I miss home, but there's a feeling in my bones, like a part of me don't know what home is anymore. And all these lines keep me frozen in time, while the ones I love keep moving down the line. Sometimes I wanna be on my own. 今日からずっと行きたかった上高地へ行ってきます。タイミングがなかなか合わなくて、気づけば2年間この日をずっと楽しみにしていました。上高地への行き方はいくつかあるのですが、環境保護や渋滞緩和のためのマイカー規制があるので、手前の駐車場からシャトルバスに乗り換えて向かいます。実は週末に訪れる予定だったのですが、平日は人が少なくて狙い目だよと聞いたので、急遽予定を変更して仕事終わりに彼と合流してサバンド駐車場へ向かっています。3時頃には駐車場に着いていて、後ろのシートを倒して布団を敷いたものの、寝たのか寝てないのかわからないまま朝を迎えていました。雨予報ではなかったのですが、寝ている間に雨が車の屋根を叩く音が聞こえてきて、天気が少しだけ心配です。大正時代に焼岳の噴火であずさ川がせき止められて生まれたのがこの大正池です。大正池を後にして田代池に向かっています。上高地は標高が約1500メートルに位置する山岳景勝地です。国立公園の特別保護地区にも指定されていて、豊かな自然が今も大切に守られています。
田代池は山からの湧き水によってできた池で、少しずつ湿原へと姿を変えているそうなんです。ずっと写真で見ていた景色に今自分が立っていることが少し信じられません。写真では伝わってこなかった壮大さや空気の匂い、頬を撫でる風がとても気持ちいいです。実はまだ朝の9時なんです。朝早くに出発したおかげでまだまだ一日たっぷり楽しめそうです。5月末の上高地はまだまだ肌寒くて、温かいコーヒーが本当に体に染み渡りました。あずさ川左岸道を歩いて明神池へ向かいます。かっぱ橋から約50分の森の中を進むハイキングコースです。明神池は穂高神社奥宮の御神域で、ここまで歩いてきた道中とは少し違う静かで神聖な空気が流れている気がします。
帰りはあずさ川右岸道を歩いてかっぱ橋へ戻ります。かっぱ橋に戻ってくると、朝に比べて人も増えてだんだんと賑やかになってきました。今回はかっぱ橋のすぐそばにある白樺荘というホテルに宿泊します。今回泊まるのは小高連峰独占絶景リニューアルツインというお部屋です。小高連峰独占絶景という名前のお部屋だけあって、窓の外には雄大な小高連峰が広がっています。たくさん歩いて疲れてしまったので、大浴場の大きな湯船で温まってきました。最終のシャトルバスが出発すると、上高地は一気に静けさを取り戻します。聞こえてくるのは人の音ではなくて、川の流れる音や鳥のさえずりなど自然の音だけが響いていました。静かになった上高地を味わえることが、ここに宿泊する一番の贅沢だなと思いました。昨日はぐっすり眠れて、すっかり元気になりました。白樺荘は朝食も美味しいと聞いていたので、朝から楽しみです。
チェックアウトまではまだ時間があるので、朝ごはんを食べたら少し散歩に行こうかなと思います。気づけばあっという間に2日間が過ぎていました。写真では何度も何度も見ていた景色で、ずっと来てみたかった上高地は想像をはるかに超える美しさでした。景色だけじゃなくて、澄んだ空気とか豊かな自然も含めて、また帰ってきたいなと思える場所です。次は紅葉の季節に来てみたいねと2人で話していました。今回の動画も最後まで見てくださりありがとうございました。チャンネル登録といいねもよろしくお願いします。それでは次の動画まで。またねー。